こんにちは、加藤旅具店です。前回青いペレントを堪能し、ルーブックに戻ってきた旅具店とピーターさん。今回の旅はルーブックから再び長距離バスに乗って大移動の末たどり着いた町テンテナから始まります。偶然の出会いからインドネシアのすごい人たちから話を聞いたり、スラウェシのモアイっていうのかな、今なお謎だらけの巨石文明の遺跡を訪ねたり、なかなか濃い滞在になりました。そしてこれ、トラジャ地方で体験したユニークな文化、今も独特の文化が色濃く残るトラジャ地方で一家総出のド派手お葬式に参列してきました。まさに異文化、世界は広いなぁと改めて思ってしまった異国感満載、体の細胞がビリビリするような素晴らしい経験でした。今回も盛りだくさんの内容です。最後までぜひ見てください。おはよう。さて、移動です。ルブックからポソまで約13時間。疲れたお祈りの時間になると近くのモスクでバスが停車して、みんなで祈りを捧げてからまた出発します。次の日の早朝、ポソからテンテナ行きのまた別のバスに乗り継いでようやく到着。テンテナの町は標高がちょっと高いのと、レイクポソっていう大きい湖のほとりにある町なので結構涼しい。もう今まで旅してきたとこと違う。それだけでね、最高快適水も思ったより綺麗です。テンテナの住人の多くはキリスト教徒なんだって。知らなかったけど、90年代の終わりから2000年代の初めにかけてイスラム教徒とキリスト教徒の間で衝突が続いて結構危険な地域だったらしい。で、今はね、もうすごく平和でみんな笑顔でのんびり暮らしてるように感じます。ほんで、旅具店たち今回ちょっと変わったところに宿泊することにしました。途中で出会った旅人がね、強くおすすめしてくれたんだけど、ここはドドハモシントゥウっていうところで、地元のリアンさんという女性の方が地域の平和維持とか女性子供への教育、宗教の違いを理解して助け合うことを広める活動をしている、コミュニティで宿泊もできると。建物もめちゃめちゃかっこよくて、伝統的なね、竹の建築で作られていて、なんだかね、宇宙船みたいな見た目なの。そしてまたここで不思議なご縁、ミラクルが起きます。今ね、リアンさんがね、このテンテナ周辺をジオパークにしようっていう活動をしてて、たまたまインドネシア中から考古学者とか地質学者とか文化学の専門家のチームをここドドハにね、招いてたので、ちょっとお話しさせてもらったらね、明日の調査一緒に来てもいいよって言ってくれたんですよ。というわけで、インドネシアの頭脳ともいえる方たちの調査にちゃっかり同行します。OK。 最初にやってきたのはパダマラリポソ。ポソ湖を一望できる場所です。Is that the lake? It's yes, so big. パダマラリには現地の言葉でイノシシを狩る場所っていう意味があるんだって。で、その他にもこの場所には古い言い伝えがあって、昔カップルが喧嘩して
男の人の方が怒って一帯に火をつけたと。で、全部燃えてしまったから木が生えてないんだと言われてるんだそう。でも本当はここは昔は海の底で2つのプレートがぶつかり合って隆起した土地で、その土地の成り立ちが関係していて木がないんだよっていう話をしてくださいました。向こうからも外国人から見たこのテンテナ周辺の魅力とか自然についてどう思うかとか、どんなものがあったらより観光客を呼び込めると思うかとか、いろんな質問をされました。僭越ながら日本人を勝手に代表していろいろお話ししてきました。で、これテンション上がっちゃったんだけど、旅具店初めて野生の食虫植物を見ました。They have a water in it. Yeah, Insect. the bats. Not only insect but also the small snail. Oh, okay. Yeah. In Padamara, specifically, we have two kind of carnivorous plant. It's this Nepenthes, not endemic to Sulawesi, but it's native to Indonesia. And then we have one of Drosera. Drosera, it's very small carnivorous plant. Yeah, it's so small. Okay. With the tentacle. Oh, Yeah. Drosera burmani. その後も滝やら湖やらあっちへこっちへ。でもまあ、なんてラッキーだったんだっていう感じ。本当にいろんなことを教えてもらいました。ありがとうございます。すごい大きさだね、これ。こういった調査はもちろんなんだけど、地元住民に対するジオパーク構想の説明会もすごく興味深かった。ドドハモシントゥーと今回のジオパーク構想を率いるリアンさん。彼女はここテンテナ周辺の自然を残していくためには、地元の人がもっとその価値に気がついて積極的に守っていく行動をしなきゃならないというふうに訴えてます。ただそれだけじゃなくて、きちんと利益が生み出せるような仕組みを考えて、生まれた利益を、政府に、搾取されちゃうんじゃなくて、地元の人に還元して経済を回していく、そういう仕組みを考えたいから協力してほしいと訴えます。ただ地元の方からは、現状あそこの滝の入場料だって全部政府に持ってかれちゃってるのに、ジオパークになったからって何か変わるのとか、こんなちっちゃい村なのにどこにそんな観光客受け入れるのとかね、厳しい意見も結構出ます。一大プロジェクトだからね、一筋縄ではいかないよね。すいません、ここでちょっとだけ告知入れさせてください。旅具店最近公式 LINE を始めました。今までね、今ここにいますとか動画できたよなんていうのは全部インスタで配信してきてたんですけど、インスタグラムやってませんっていう人が結構いるぞっていうのに最近気がつきまして、じゃあ LINE ならどうだと公式 LINE を作りました。ぜひ登録をお願いします。この動画をですね、パソコンやタブレットからご覧になっている方は、ご自分のスマホを開いてもらって、LINE アプリ開けて、ここに出てる QR コードを読んでもらえれば OK です。下のね、ホーム画面、このボタンを押してもらって、で、上に出てるお友達追加ボタンも押します。で、次の画面で、この QR コードリーダーを立ち上げてもらって、これを読んでもらえれば OK です。で、今、この動画をスマホから見てますっていう方はですね、旅具店のチャンネルのホームに戻っていただいて、この辺をポチッと開けます。で、ダーッと行くと、ここに、LINE お友達追加用のリンクがありますので、それをぜひクリックしてください。お願いします。で、オンラインショップも頑張ってやってます。T シャツ買ってくれー。よろしくお願いします。じゃあ、動画本編、どうぞ。またね。テンテナから車で4時間ぐらいのところにあるバダという地域に向かってます。
詳しいことがね全然わかんないんだけど、バダ渓谷に昔あった巨石文明の遺跡、なんかモアイ像みたいなのがいっぱい転がってて、それが見られるっていう話なので、とりあえず行こうってなったとこです。はい、着いたはいいけど、思ってたより村が小さくてバイク借りられるところがありまへんでした。いつも通りちょっとねその辺をうろうろしてたら人がたくさん集まってたので、バイク貸してくださいって言って、ここで親切な女性の方からバイクを1台お借りしました。ほい、まずは1個目、アルカロが着きました。どんな感じなんだろうね。誰がいつ何を思ってどうしてここに建てたのか、何にもわからないそうです。次見に行く石像がこの辺りでは一番有名なやつなんだけど、その前にちょっと寄り道。これまでの動画でも時々登場したこれ、アエルテルジュン。何のことだったか覚えてる人いるかな？はい、そうです。旅具店が大好きな滝アクティビティ。で、また砂利道アドベンチャー。いやー、静かだね。これだけのものだから建てた時はやっぱりそれなりにこう願いとかね、祈りとかなんか理由があったんだろうけど、今となっては何にも分かんないらしい。実はこの巨大な石像、人間の形をしたやつだけじゃなくって寝転んでるバッファローのもあるって聞いて、それは面白いね、行ってみようってなったんだけど、いつも通り迷子になってさまよってたら、本物のバッファローがね田んぼで泥浴びしてたすごいね。バッファローに気を取られてたら、ピーターさんがここにも石像があるって言い出して、本当だなんて言って何気なく写真撮ってたら、これ後で聞いたらほんと数ヶ月前に発見された一番新しいやつで、まだ掘り起こしもしてないし名前もついてないやつなんだってこれに行き当たる方がすごいよとかって言われました。でバイク返しに行ったら、ついでに夜ご飯も食べてきなーってご馳走してくださいました。ありがとうございます。ラッキー。いやー、やっぱ旅の縁って不思議だよね。タイミングが良かったのか、すごいいろんな経験ができました。さらばテンテナ、さらばバダ。我々これから夜行バスに乗って次はランテパオを目指します。ランテパオまでは毎度おなじみ夜行バスで約15時間、片道1人3000円ぐらいだったかな。
最近感じるんだけど、スラウェシは南に行くほど栄えてるみたいだね。バスも道路もだんだん良くなってきてるな。寒いです。寒いね。めちゃくちゃエアコン効いてる。But we have Mentos. So happy. バス快適、楽勝ここランツパオはトラチャ地方にあるちっちゃい町なんだけど、この辺りにはトラジャ族という少数民族の方がたくさん暮らしていて、どうやらかなり独特の文化らしいんだよ。そんなこと聞いちゃったらね、気になってしまって今回はそのトラジャ族の方に会いにここに来てます。手始めに近くにあったトラジャ族の村に行ってみよう。ここはね、多分昔は実際に住んでたんだけど、今はツーリストに開放してるのかな。おお、かっこいいね。なんか本とかでは見たことあったけど、やっぱり実物は全然違うね。多分水牛がどれだけね、この家が富があるかっていうのを測るあれなんだろうな。至る所に角だけじゃなくて、ほら顎の骨とかもいっぱい飾ってあります。建物の奥に入ったところに、このなんか断崖絶壁、この上がね洞窟になってるんだって。でこれ全体がどうやらお墓みたい。トラジャ族ってすごく独特の死生観、特に死に対する考え方がすごくユニークで、しかもそのユニークな考えを今でも生活の中に生かしてるっていうかね、取り入れられてるっていうので有名なんです。おはよう。今これからトラジャ族のお葬式に参列するために向かってます。珍しくしっかりガイドさん雇ってます。ここトラジャではね、トラジャ族のお葬式に参列するツアーが人気なの。それ聞いた時ね、旅具店そんなことしていいわけないだろうって思ったんだけど、ガイドさんによるとトラジャ族のお葬式はね、派手であればあるほどいいんだって。で参列者も多い方がいいから、ある程度リスペクトしてくれれば誰が参加してくれても大丈夫って言われて、これで納得しました。うわ、これもお墓だって。至る所にこういうね、巨岩をくり抜いた共同お墓みたいなのがあって、お墓マンションみたいどの岩にね掘ってもいいんだって。土地代みたいなのはかからないって言ってた。Really? Wow. Yeah, this door holds family. So when they put the door, this really dead body inside. Yeah. Wow! You have... Wow! What's that? Wait, 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 wait. I know this one is... 突然お騒がせしてごめんなさい。でもこれはキモいよ。巨大カメムシ。Terima kasih.
着いたんだけど、なんか思ってたお葬式と違うな。ガイドさんによると、今日は葬儀2日目で、初日の昨日に3頭水牛がね、生贄で捧げられたらしい。ここは彼らの家ではなくて、この一族が建てたいわばお寺みたいなところなんだって。で、ここを使えるのはこの一族の人だけらしい。で、こうやって屋根にね、おんどりの、あと壁とかにもこうマークがついてたり飾りがついてるんだけど、これは正義を表してるんだって。亡くなったのはこの家のおばあちゃんで、今はあそこに遺体が安置されてるんだけど、葬儀が全部終わったら、さっき通る時にね見てきたみたいな石のお墓に移すそうです。裏側も見せてもらっちゃった。ここは仮設キッチンペカカっていう、多分いわば婦人会みたいな感じだと思うんだけど、地域の女性たちがこうして集まってお茶や料理の支度をして参列者たちをもてなします。ちなみにみんなが着てるこの白いシャツとスカート、遺族が全員分新品で用意して配るんだそう。この子は亡くなったおばあちゃまのお孫さん。遺族はこうして伝統衣装を身につけて弔問客を出迎えるんだって。この子たちは後で生贄になる豚ちゃんです。葬儀に参列する人たちは家族単位で水牛か豚をお供え物として持ってくるのがルールだって。でも次に自分のところに不幸があった時にはそれと同じだけ受け取るんだってさ。お葬式は現地の言葉でランブソロって言って、今みんなが輪になって歌ってるのはパドゥンという死者を天国に送る歌らしい。遺族はパドゥンを歌ってくれる人を地域から募集して、生贄に捧げられたバッファローでその報酬を払うらしいよ。で、パドゥンを歌うこの男性たちが着ているシャツも遺族が全部新品で用意するんだって。見てわかると思うんだけど、お葬式には莫大なお金がかかると。で、亡くなってからお葬式あげるまでにかかる時間はそれぞれなんだけど、時には20年近くお金を貯めて、もうすんごい派手なお葬式をすることもあるんだって。今日のお葬式はこのおばあちゃまの式なんだけど、約1年遺族は準備してきたんだってさ。男性はみんなサロンを巻いて、上は遺族が支給したね新品のシャツを着ています。みんなまだシャツに折り目が入ってるね。ここにはあんまり稼げる仕事がないから、家族に不幸があると若者が海外に葬式代を稼ぎに出稼ぎに出なきゃいけないなんていうぐらいお金がかかるんだって。Jadi inde kadadian mi pamalilian mira ta amar kato te kamu anak kato mate。スラウェシはイスラム教徒が多いからあんまりお酒飲む場面には出くわさなかったんだけど、ここではビールとかワインもね振る舞われます。それからこれパームワインって言ってココナッツの樹液を発酵させて作るらしいんだけど、みんなで回し飲みしていて、味はね結構発酵してるのかね酸っぱい感じ、あとぬるいのとアルコールはそんなに度数高くないかもね。実は旅具店さっき見てしまった。このお兄さんが手に持ってるねパームワインのジャーにさっきみんながその辺に飲み残したビールとかねコップに入ったままになってる飲み物とかをザバザバ足してってんの
ガイドさん曰く今日この後は分かんないけど明日は、確実にもっと多くの動物を生贄として捧げるはずだと。で、昼間気温が上がってきたのも相まってもうすでにねこの辺血と肉の匂いで溢れてるっていうのかな。鼻で息をするとその屍の匂いみたいなのに胸がねぐっと苦しくなるような匂いだね。サラマチヤン、なんだか濃密な儀式を体験してだいぶくたびれましたが、これからねガイドさんと一緒にまた別のトラジャ族の村に行ってみようと思います。やっぱりガイドさんがいると理解度が全然違うな。まずこのトラジャ族の伝統的なお家はトンコナンっていう名前で、この特徴的な形は彼らの祖先が昔海を渡ってスラウェシにやってきた時に乗ってた船の形なんじゃないかっていうのが有力な説らしい。で、全部のトンコナンは玄関が北の方を向いてて、北は神様がいる方角なんだって。で、今見てるこっち側の一回り小さいやつはアランっていう収穫したお米を入れておく倉庫で、1階部分にねお客さんが座れるスペースがあるのが特徴。最近のトンコナンは安くて手軽っていう理由でトタンで屋根吹いちゃうんだって。でもこの村はまだ伝統的な竹を使った屋根を吹く作業をしてるのが見られるからって、でここに連れてきてくれたらしい。足場も全部竹なんだけどさ、結構手作り感がすごい。こんな太さでこんな長い竹日本にもあるかな。この先っぽがさもうただ立てかけてあるだけで何の固定もされてないね。ちょっとゾワゾワする。いやー、やっぱり世界は広いよね。すごい違いだよね、日本の文化と。これはちょっと余談なんだけど、タナトラジャって聞いておっと思った人いたんじゃないかな。そうなの、ここタナトラジャ地方はねいいコーヒーが取れるのでね有名で、日本の UCC の大きいプランテーションがあります。街には結構クオリティの高いロースタリー、焙煎して自分たちでコーヒーを出してる小さいカフェなんかがあってね、なかなか旅具店コーヒー好きだからね、そういうのもすっごく面白い街でした。というわけで毎度おなじみ夜行バスでスラウェシで一番大きい都市マカッサルに向かいます。でもね大きい都市にねあんまり興味はないんだ。なのでそのまま、別のバスに乗り継いでここです、スラヤーアイランドまで行っちゃおうと思ってます。でマカッサルからスラヤーに行く途中でね海を渡んなきゃいけないんだけど、なんと夜行バスがねそのまんまフェリーに乗ってスラヤーまで連れてってくれるらしい。Alright. 朝7時半です。目が覚めてねバスなんか止まってるなと思ったらどうやら港に着いたみたいだね。見てみる外、いい天気。
駅だね。多分あっちに止まってる大きいフェリーに乗るんじゃないかな。スライア島のベンテンっていうところでね、バスがそこが終着だから、そこまで宿の人に迎えに来てもらって、次は車でパンダンっていうね港まで行って、そっから次また船です。はは。あ、コーギー。The duck on the beach.気持ちいいね。スラヤタートルベイリゾートです。ここも道中出会った旅人が穴場だよって教えてくれたの。2ヶ月続いた旅グテンとピーターさんのスラウェシ冒険もいよいよ最終盤。ここで何日かのんびりパラダイスを満喫して、そしてインドネシアを離れる予定です。誰もいない。見て、砂浜真っ白。貸し切り。Yeah. But you're in it. 何もしないけど、なんか楽しい毎日。オーナーさんとか他のゲストさんともすぐ仲良くなって、みんなでシュノーケルに行ったり、オーナーがボート出してくれて遊びに行ったりとか。まあほんといい暮らし。ご飯も豪華。この日は夜みんな揃ってマグロバーベキュー。タレがなんかね特別でむっちゃ美味しかった。みんなテンション上がってるのはね、これタルシスっていうちっちゃいメガネザルなんだけど、これ自然の中で見るのねむっちゃくちゃ大変なの。まずちっちゃいのと夜行性なのと、すっごく音とかに敏感で臆病で、なかなかね見つけられるもんじゃないらしいの。今まで滞在してたとこでもタルシスが見られるみたいなとこはあったんだけど、実際に見たのはこれが初めてで、スラウェシには何種類かが生息してるって言われてるんだけど、やっぱり野生で観察するのはねかなりレアだって。この子がそうかはわからないんだけど、スラヤ島にはねスラヤ固有のタルシスがいるんだって。やっぱり全体的に数がもう減ってきてて、こうしてカメラに収められるのはとっても珍しいらしいんだよね。いやー、こんなじっくり見られてラッキー。
おはよう。わー。頑張ってます。ピーターさんはサメが好きで、朝の時間の方が見られる確率が高いっていうのでね、今日も期待してます。Ready? Okay. いってらっしゃい。ここ最近岸に向かってかなり強い風が吹いてたせいで水はちょっと濁ってるんだけど、ここではね、運が良ければナポレオンフィッシュとかね、かなり大型の魚が見られます。ここを境にね、海がむちゃくちゃ深くなってるのよ。で見てこれ、ほんと一瞬だったんだけどサメにも会えた。っていうか、なんて早いんだろう。なんていい暮らしなんだ。2ヶ月続いたピーターとのスラウェシ探検も本当にもう終わり、最終盤。あとはマカッサルに戻って飛行機に乗るだけ。いやー、でも本当に最後ここに来てよかったな。Sampai jumpa lagi. Sayonara. 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 Oh, a lime tree. That's Yay. fun stuff. はい、いかがだったでしょうか。旅部店とピーターさんの2ヶ月に及んだスラウェシ冒険旅。いやー、もうすごいお腹いっぱい、もうめちゃくちゃいろんな思い出ができました。で、旅の途中にね、常々思ってたのは、インドネシアの方はなんて親切なんだろうかと。信じられないほどフレンドリーで、何か困ってたら必ず誰かが助けてくれて、で笑顔が素敵で人見知りしなくてコミュニケーション取るのも上手で、もしね、日本で海外の方がこう旅行に来てくれたら自分もこうありたいと、こういう風なもてなしをしたいなっていう気持ちになりました。地元の方々の助けなしにはこれだけの素晴らしい旅はできなかったはずです。心から感謝申し上げます。テリマカシーバニャー。そして動画を最後まで見てくださった皆さんもどうもありがとうございます。オンラインショップやインスタグラム、公式 LINE もやってます。ぜひ旅部店のチャンネルのトップページからそちらもチェックしてみてください。いつもありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。